はい、皆様こんにちは、みえちゃんです。風さんがね、このところ海外インタビューにね、結構出てるんですけれども、最近ではね、スペインのメタルマガジンね、あのこれとってもね、アートで素晴らしいメディアなんですけれども、その他にもね、これまでにスウェーデンやイギリスなどのインタビューを受けてますよね。私も先日ね、スウェーデンだったかな、インタビューね、記事などをご紹介しましたけど、それでね気づいたことなんですけれどもね、海外インタビュー記事ってね、日本語でね全部読めるんですよ。それご存知ですかね。今ねわざわざ翻訳するまでもなくね、海外のインタビュー記事全部日本語で読めるんですよ。はい、インタビューって結構長いのが多いのでね、一つの動画ではね全部ご紹介するの無理なんですね。だから直接こう言ってね、読んでゆっくり読んでもらいたいなと思ってね、私いつもリンク貼ってるんですけれどもね、例えばこれロサンゼルス・タイムズのあれですけどもね、これ今英語でしょ。だけどこの上にあるね、この見えるかな、この印があるんですけどね、上にね、このマークね、これカーソルがここね、これをねこうクリックすると、こう日本語英語って聞いてきますから、で日本語こうやってクリックすればね、すぐ瞬時にもう日本語になるんですよ、こうやってね。でそんなようなわけでね、読んでほしいんですけれども、たくさんの人に読んでもらいたいからね、リンク貼った方がいいよね。だからこれ全部ね、今までのインタビューのリンク全部概要欄に貼っときますからね。まあ検索すればね、ネットで検索すれば出てくるんですけどね、貼った方が親切だからね。検索の場合にはね、必ず英語でね、藤井風インタビューとね、入力してくださいね。そうするとね、英語で入力しないとね、海外のサイトがね出にくくなりますのでね。でこのね、自動で翻訳機能がね、今もうスマホやねパソコンについてますしね、例えばパソコンなら今やったようにね、マーククリックすれば切り替わるんですよ。そしてね、スマホならもうだいたい自動的に翻訳されますよね。で今の自動翻訳ってね、ちょっと前のに比べるとだいぶ向上しててね、格段に質がアップしてます。そして十分読めます。そしてね、これがね英語を勉強したい人にとってねとってもおすすめなんですよ。はい。コメントでよくね、私も英語をね上手くなりたいっていうのをねいただくのでね、今日はねその辺についてもねお話ししようかなって思います。その前にね、ここでちょっとね、念のために私の英語のねバックグラウンドをお知らせしとこうかなと思います。以前お話ししましたけどね、私もう幼稚園の頃からね日本に英語が好きでね、よくねめちゃくちゃな英語ねで歌ってたりしてたらしいんですけど、風さんが幼い時ピアノで弾きながらウィトニー・ヒューストンなんかね怪しげな英語で歌ってますよね。あんな感じだったんですよそれで小学生の時はね、友達と帰る時にね、まだランドセル背負ってる頃ね、あの頃ビキニスタイルのお嬢さんなんて、英語のタイトル忘れちゃったんだけどね、日本語でビキニスタイルのお嬢さんなんていうねアメリカの歌が流行っててね、英語がわからないのに全然わかんないのにね、自分で2人でねでたらめな発音を真似して歌いながら書いたりしてました。もうすごい楽しい思い出です。でね、中学の時はね海外のポップス聞いたりね、ビートルズとかいろんな海外の曲を聴きながらね英語を好きになったんですね。はい。それでね、当時はね1960年代ね、ペンフレンドっていうのがあってね、今の SNS みたいのなかったのでね、世界中の人とねあの交流したくて英語でね文通なんてやってたんですよ。これが楽しくって楽しくってね、もういろんなプレゼント交換したりね、写真をね送り合ったりしてね、これね SNS には絶対できないねメリットでしたね。
いろんなものをもらいましたよ。もうはい、素敵なね絵はがきとかね、お人形とかね。はい。でまあクラスでもね海外文通っていうのがねすごく流行っててね、私だけじゃなくてねペンフレンドいる人がいっぱいいてね、お互いのペンフレンドのね話しながらね、もう思春期だからね、このインドの子ちょっとイケメンだと思わないとかね、このドイツの子ね期待してたよりねもう好みのタイプじゃなかったとかね、どこのドイツなんてね寒いこと言ったりね、もうそんな話でねもういつもキャーキャー言ってましたよ。もう女の子同士でねなんだあれはアメリカの人かな、文通してる人がいてね、相手にねアメリカからね何か送るよ、何か欲しいもんないのなんて言われてね、言われた人がいてね、そしたらその子がね「あなたの髪の毛が欲しい」なんてね書いたそうなんですよ。そしたらねそのアメリカの子もね面白い子でね、なんと封筒にね綺麗なねあれなんつうのハニーブロンドっていうの色のね髪の毛入れて送ってきたんですよ。あの頃ねそういうなんていうの黒い髪しか知らないから珍しくてねそんなこと書いたんだろうけど、あの時はもうびっくりしたんでね、もう今でも覚えてますけどね。あと写真交換し合ってね恋人同士みたいになった人もいましたね。まあ今はね SNS でね瞬時にもう世界中の人とね交流できますけど、当時はね手紙が届くまで時間かかるけどね、もう綺麗な切手が貼ってあったりしてね、それが待ち遠しくて待ち遠しくてね、もう本当にドキドキしてね楽しかったですよ。はい。でねまあね今はね何でもねネットで済ましちゃうからね、クリスマスカードもね送らなくなっちゃって寂しいですよね。今覚えてるだけでもねインドねフィリピンマレーシアドイツオランダフランスイギリスアメリカあとブラジル、こういった国のねもう同じ年頃のねペンフレンドがたくさんいました。でそんなんでねもう結構勉強したしね、そしてね英語が大好きになっちゃってね大学で英語教師のね資格も取ったんで家庭も取ったんですけれども、結局教師にはならずにずっと民間のね貿易会社にいたんですよ。でそこでもね海外のねお客さんとかねコミュニケーションがあって英語をねずっと使ってたんですね。でね結婚後はね国際結婚だったのでね主人とね翻訳業をね30年ぐらいやってたんですけれども、スペイン語英語日本語のね3カ国語がね大体主だったんですけども、で主人はね4カ国語ね5カ国語かなを話せたのでね友達もねいろんな国の人がいてね交流があったんですね。まあそんな大体そんなこんなでね英語っていうものはね身についたっていうか、まあ日常的にね使わざるを得なかったというかね、そういう感じなんですけれどもね。でその経験からお話しするんですけど、まあ今のネットのこの自動的にね翻訳出るって時々まあねおかしいところはありますよ、確かに。だけどね大体何を言ってるか十分わかるレベルだと思いますね。私のこのオンボロチーね超オンボロチーパソコンやねスマホでも自動的に和訳が出ますのでね、まあ私が翻訳するまでもなくね全文海外インタビュー全部読めますのでねおすすめです。で例えば小さなミスっていうよりねなんか笑っちゃうような直訳みたいのもあってね、例えばワンダーランドのこれイギリスのメディアですけどね死ぬのがいいわをね死の声が聞こえるなんてね翻訳になっててねでもねこれは元の文章を見ればわかるしねだいたい想像つくのでね、さっき言ったこのパソコンの人ならこの上のスイッチで、瞬時に切り替わりますからね変だなと思ったらね切り替えてみれば分かりますのでね。はい、でね英語勉強したい人にねこれもってこいなんですよ。はい、切り替えでねこうね日本語にしたり英語にしたりしてねある程度力ある人はまず英語で読んでみることをお勧めするんですよ。でね分からないとこでね日本語に切り替えて読めばすごい勉強になると思いますね。そしてねあとね英語を勉強するならね是非ね Google のね
機能をね使ってほしいんですよ。 Google の翻訳機能ね。これすごく便利でね、ご存知の人多いと思いますけど、スピーカー、今ちょっと画面出してないんだけどね、スピーカーのマークがあるんですけど、そこをクリックするとね、スマホならタップするとね、発音も勉強できるんですよ。なのでわからない文章あったらね、もうコピペしちゃってね、貼れば翻訳と発音がね同時に勉強できます。はい。で最新のねスペインのインタビューでもあったんですけどね、動画で全部ご紹介するのは長すぎるんですね。なのでまあ直接ね皆さんがそちらへ行ってお読みになるのが一番いいのではないかと、はい、思います。そしてねリンクをだからまとめてね貼っておきますね。そしてこれね今出てるのこれスペインのメディアね、はい、メタオというメディアですけどね。でねこれまでのインタビューでね見えてきたことをねちょっとお話ししたいと思うんですけれども、こうやって全文をね読んでいただけると分かると思うんですけどね、大体どのメディアもねいわゆる風さんのね精神世界ね、英語でスピリチュアリティとかねスピリチュアルと言いますけどね、これはまあ日本で言われるいわゆるスピとかねスピリチュアルみたいなオカルトゲームみたいな意味じゃなくってね、むしろ宗教的な心ね精神世界のことを言ってるんですけどね、そういうね風さんが大事にしている精神世界についてねとっても理解があるってことなんですよ。日本のメディアではねそういう面をねこうちょっとね変な色眼鏡でね見るところがありますからね。風さんもねかつて傷つけられたことなんかもあってね胸が痛みますけれども、でも海外ではね宗教を持つことは当たり前なんですね。私は無宗教ですなんて言ったらね逆にね変に思われちゃうんですよ。だからこれからね海外行く若い方なんかねホームステイなんかで気をつけてくださいね。もしあなたの宗教何なんて聞かれたらね無宗教ですなんて言ったら絶対ダメですからね、変な人だと思われますから、まあ仏教徒ですって答えた方がね無難ですからね。だからね海外メディアは風さんがあなたは神だとかね神に委ねるとかねとか言ってもね誰も変に思わないんですよ。はい、ここにもね書いてありますけどねスピリチュアルな温かさなんて言ってますけどね。そしてね日本人も立派な仏教徒でね神道の心もね持っているんですけれども、それに気づいてない人が多いんですよ。そして何かね変なカルトとかね新興宗教とかインチキスピにね結びつけちゃうんですね。でそのあたり私とっても残念に思ってるんですよ。みんなねお正月に神社行くしね、結婚式もそうでしょ、お葬式はお寺とかだしね、お盆やお彼岸あるでしょ。でこの辺りはね以前の動画で詳しく言いましたのでね今日は省略しますね。まあ例えば最新のメタルマガジンね今言ったけどねHis third full length and first entirely in English と 3枚目のねフルのアルバムでまあ初のね全部英語のでのね曲となったこのアルバムではねファンクソウルゴスペルジャズっていったねジャンルを融合させながら、はい、彼のね音楽に常に形作られていると。while carrying the spiritual warmth と、精神的世界的な温かさが含まれていると、そういったジャンルを融合させながらその音楽の中に精神的な温かさが現れていると、そういう好意的にねもう真っ先にこのスピリチュアルという言葉を持ってきて称賛してるんですね。だから風さんものびのびと話してますね。そしてね中でも理解があったのはねちょっと前になるんですけど、アウトサイドランズねサンフランシスコでのインタビューがあったんですけど、これ、ね、あんまりね紹介してる人いないんですけれどもねインタビューした方がねアジア系のアメリカ人ねピーター・マーさんという人でこのね風さんの精神世界についてねすごく突っ込んだインタビューしていて実に面白かったんですよ。はい、こちらなんですけれどもね、これね
この動画になってますのでね、ぜひ日本語字幕でね出してみていただきたいんですけども、歯車マークね、この下の方にある歯車マークから自動翻訳を出してね、日本語を選べば字幕が出ますのでね。で音声はね、英語のオリジナルにすれば風さんの声が出ます。でその中でね、4分45ぐらいのところにね注目なんですけれども、プレーマについてね、このピーラーさんがね質問していて、風さんがもう日本では考えられないぐらいはっきりと説明してるんですよ。このピーターさんがね、プレーマーってどんな意味ですかと聞くとね、風さんが It means love in Sanskrit、サンスクリット語で love、愛です。だけどね、but not that selfish, egoistic kind of love。自分勝手でエゴな種類の愛ではないですと。But more like unconditional or spiritual or higher type of love と言ってですね、むしろunconditional、無条件のね、そして精神的で、より精神的で、より高次のタイプの愛ですと。そうするとね、このピーターさんがね、なんとほとんど宗教的ですかって言うんですよ。So almost religious, would you say? と言うんですね。そうすると風さんも I would say so、 そうだと思いますとはっきり言いましてね。そしてもう like almost religious and spiritual、 ほとんど宗教的で精神的ですと言ってるんですね。そうするとね、ピーターさんが That's very San Francisco って言うんですよ。実にサンフランシスコらしいと。なぜねサンフランシスコらしいっていうのかね、これもね面白くてね、話すと長くなっちゃうんですけど、手短に言いますとね、サンフランシスコっていうところは今のいわゆるスピリチュアル精神世界っていうものの発祥地だったんですね。いわゆるねニューエイジブームっていうのもねここから来ましてね、そこからハイヤーセルフっていうね言葉もこの頃できたようですね。でこれ1960年代になるんですけれどもね、今までの価値観ね、戦争ばっかりしてるってね、ベトナム戦争とかもあって、そういう価値観を抜け出てもっと精神世界を大事にしていこうっていうね大きなムーブメントがあってね、サンフランシスコを中心にもう当時ねヒッピーっていう人たちねいっぱい出てきて、紙にね花を刺したりしてね、平和主義とかねフリーラブとかね、戦争反対を訴えたんですよ。でちょっとねマリワナとかも流行っちゃったんだけどねだから今でもねアウトサイドランズのフェスはねマリワナフェスって言われてるんですよ。でねその中からね仏教とかね禅とかヒンズー教とかねインド哲学に傾倒する人たちがたくさん出てきてね、本物もいたけどね結構インチキもあったんですよ。いろいろですけどね。で頃にね花のサンフランシスコっていうね曲がヒットしましたけどね、このヒッピーさんたちのことを歌った曲なんですよ。でこのインタビューでもね風さん口ずさんで出るんですよ、その曲をね。お年頃の人ならねきっと覚えてると思うんですけどね。 If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair ってね、そういう曲があったんですけどね。風さんもねこのサンフランシスコの歌とかねサンフランシスコの自由な雰囲気が大好きだと言ってるんですね。でこのフェスでね風さんが着ていたこのこの服ね、この可愛い服あったでしょ。これねやっぱりねヒッピー風の衣装でね実はね、で花柄のパッチワークだったんですけれども、風さんヒッピー風が大好きだって言ってます。そしてここからびっくりなんですけどね、このピーター・マーさんがねこのプレーマがとてもサンフランシスコっぽい。でそれは It's about freedom、 自由についてですと。 It's about acceptance and finding yourself、ね、それを受け入れて自分自身を見つけることですって風さんが言ってるようなことを言ってるんですよ。And being able to learn, right? そして学ぶことができるようになるということですよねと、すごいこと言ってるんですよ。もう風さんもねタジタジになるぐらい本質を言っていてびっくりしました。そしてね風さんも
両親がね、Life Changing Philosophy、人生を変えるような哲学をたくさん教えてくれたと。もういつもね、そのような精神性や哲学に助けられてきましたと言ってます。そしてそういう助けがなかったら、私はとてもこんなようなね、大きなフェスに出るような度胸もね、出なかったでしょうって、そういう意味のことを言ってるんですね。そしてその次がすごいんですよ。私たちは基本的にね、ここにも字幕少し出てますけど、一つで全ての人の中にある種のね、高次な自己ね、最高の自己、これはハイヤーセルフのことですけど、それが存在していてね、で私は単なる人間ではなくて、この体でもなくて、それ以上の存在ですと、はい、宇宙の一部ですと、もうすごいこと、本当のことを言ってるんですよ。そうするとね、マーさんはそれを聞いて、じゃあ私たちは親友ですねって言ったんですよ。もう感動しちゃいました。でね、カズさんは、So I want to share them because I was helped by that。ね、いつもそれで助けられたので、それをみんなにシェアしたいのですって言ってるんですね。はい。だからそれを曲に盛り込んでね、みんなを幸せにするために頑張ってくれてるんですね。私もね、おこがましいですけれどもね、私決してね、いわゆるスピリチュアルティーチャーなんかで全然なくてですね、もうごく普通の日本人、一般人なんですけどね、ただね、今まで風さんと同じようなインド哲学を勉強したり、禅などもね、学んできましたので、それで助けられ、楽になりましたのでね、皆さんもね、今もし辛いことがあっても少しでも楽になれるようなね、ヒントをシェアしたくて、このチャンネルをやっております。はい。今日もね、長くなってしまいました。このアウトサイドランズでのインタビューね、まだご覧でない方はね、ぜひご覧いただけると、風さんをもっともっと理解できるのではないかと思います。はい、今日はこの辺で、皆様ね、最後までありがとうございました。お気に召しましたら、チャンネル登録、高評価ボタンなどもね、お忘れなくお願いいたします。それでは、皆さん、さようなら。